暴走トロッコを見ていると想像してください。その先には逃げられない作業員が5人います。あなたは分岐器のそばでトロッコを2番目の線路にそらすことができます。ところが、分岐先の線路にも作業員がいます。1人です。あなたならどうしますか？ 5 人のために1人の命を犠牲にしますか？これがトロッコ問題です。1967年に哲学者のフィリッパ・フットが考えた倫理的ジレンマです。この問題は良い選択肢がない時にいかに選択するのかを考えさせてくれます。最も成果がある行動を選ぶのか、人を死なせることを禁じる道徳規範を守るのか。ある調査では約 90% の人が分岐器を操作し、5人のために1人を犠牲にすると回答し、ジレンマの仮想現実シミュレーションでも同様の結果を出しました。これらの判断は功利主義の哲学原理に従っています。最大多数の最大幸福をもたらす決定が道徳的に正しいというものです。1人より5人の命は、その1人の命を犠牲にしてもより重いというのです。しかし人は常に功利主義的とは言えません。トロッコ問題に少し手を加えてみましょう。今度は暴走トロッコが近づく線路の端にあなたが立っています。2番目の線路はなく、あなたの隣には大柄な男性がいます。その男性を突き飛ばせば、彼の体でトロッコを止めて5人の命を救えますが、彼は死んでしまいます。功利主義なら判断は同じで、5人のために1人の命を犠牲にするはずです。しかしこのケースで男性を線路上に突き飛ばすのを良しとするのは約 10% です。私たちの本能は誰かを意図的に死なせることは巻き添えで見殺しにするとは違うと捉えます。それが間違っていると説明するのは難しいことです。このような倫理と真理の交差はトロッコ問題の興味深いところです。多くのバリエーションにおけるジレンマは、私たちの正誤判断がメリットとデメリットの論理的な比較検討以外の要因によって左右されるとしています。例えば男性は女性よりも橋の上の男性を突き飛ばすのを良しとする傾向があります。思考実験の前にコメディ番組を見ていた人も同様です。さらにある仮想現実の研究では、犠牲者が女性ではなく男性の方がためらわないことが分かっています。オリジナルと橋のバージョンを考えた場合、脳がどう活性化するのか研究が行われてきました。意識的な意思決定と感情的反応に関わる部位が両方のシナリオで活性化していました。しかし橋のバージョンでは感情的な反応の方が強く見られ、同様に活動が活発になったのは内的葛藤を処理する部位でした。違いは何でしょうか？誰かを突き飛ばして死なす方がより個人的なことだと感じ、人を殺害することへの嫌悪感を引き起こし、それでもそれが論理的な選択であるゆえに葛藤するのです。トロッコ問題は一部の哲学者と心理学者から前提があまりに非現実的で調査対象者が真剣に受け取らず何の証明にもならないと反論されています。しかし新しいテクノロジーはこの倫理的な分析を重要とします。例えば自動運転の車が大事故を防ぐために小さな事故を起こす選択をするかです。一方、各国政府は自律型軍事用無人機の研究で高価値目標を攻撃することで民間人に死傷を負わせる危険を冒すかの決定をドローン自体が担う可能性があります。これらの行為を倫理的にしたいのならば、人命を尊重し、より良い結果をもたらす判断の仕方を事前に決めなければなりません。自律型システムの研究者は哲学者と協力し、機械に倫理をプログラムするという複雑な問題を扱っています。このことは仮説上のジレンマでさえも現実世界と衝突する可能性があることを示しています。安全な距離で倫理的なジレンマと取り組みますか？ぜひチャンネル登録してください。